はい、哲也です。今日はね、テキサス州知事審議拒否の民主党議員は逮捕するというテーマでお話してみたいと思います。米国で行われた2020年の大統領選を含む総選挙において、民主党による大掛かりな不正があったとする共和党は、各州で選挙制度改革法案を次々と審議ないし成立させています。ニューヨーク大学のブレナン司法センターによると、今年に入って48州で選挙制度改革法案が議会に提出され、少なくともジョージア州やフロリダ州など共和党優勢な14の州で成立したとのことなんですね。こうした動きは来年の中間選挙に向けて極めて大きな意味を持つことになりそうですね。ところで今、この選挙制度改革法案をめぐって民主・共和の両党が激しい攻防を繰り広げている州があります。どこの州だと思いますか？そう、それがテキサス州なんです。同州では前回の選挙において大掛かりな不正が行われた原因はゆるゆるの選挙制度にあったとして、共和党側は今後はドライブスルー型の投票所の禁止など、投票の時間や場所の制限、郵便投票の際の有権者 ID 確認の厳格化、選挙監視体制の強化等を徹底する法案を議会に提出し、上院で可決しました。あとは下院での審議と可決を残すのみとなっていたんですけれども、民主党がなんとね、ここに来てウォークアウト、議会から退出し審議拒否をすることですね。つまりボイコットするという手に出たわけです。ご承知の通り、ある法案を議決するには、いわゆる定則数が満たされなければならないんですね。民主党議員が参加しなければ当然定則数には達せず、最悪廃案ということにもなりかねません。今むしろテキサス州の民主党議員らはそれを狙ってウォークアウト、すなわちボイコットを続けている状態なんですね。名目は今後の議会対策について連邦議会の議員らを含めて協議するため、ワシントン DC に出向くというものなんですね。もうすでに言ってるそうですね。この民主党議員らの卑劣な行動に怒り心頭に発しているのが、グレッグ・アボットテキサス州知事です。アボット州知事は選挙制度改革法案に抗議するために特別議会を去った、民主党議員はワシントン DC から戻った時になんと逮捕されるだろうと言ってのけたんですね。民主主義の根幹である選挙制度を健全なものにするためにはどんな強硬な手段も厭わない。アボット州知事、なかなか言いあるじゃないですか。いずれにしても今テキサス州は選挙制度の改革をめぐってすごいことになっています。僕はこの情報を主にね、この記事から得たので、今日はね、この記事をベースにお話ししてみたいと思います。いずれにしてもね、選挙制度改革法案に関してウォークアウト、つまりボイコットした民主党議員を逮捕するっていうのはね、あまりにも過激な発言ですよね。共和党のアボット州知事は、KVUE-TV に出演して、下院議長は議員を逮捕する権限を持っている。我々は仕事を終わらせるまで特別議会の開催を呼びかけ続けると語ったそうです。審議拒否したら逮捕。日本ではとても考えられませんよね。日本の野党は気に入らない法案が提出されたら審議拒否することなど日常茶飯事でしょう。そして日本の与党も野党が出席しなくても定則数に達しているのでさっさと、審議可決すればよいものをね、いわゆる棚ざらしにしてしまうこともありますよね。国による法律の違いもあるでしょうけどもね、日本の議会の在り方には疑問を感じる点が少なくないですね。憲法改正も未だに手つかずの状態ですからね。これは野党だけでなく公明党という与党内の反対勢力の影響もかなり大きいんじゃないでしょうかね。それはともかくね、ちょっと話がそれたのでテキサス州の話に戻しますけれども、アボット州知事はボイコットしている民主党議員への対策についてテレビの番組で、先ほど言ったね、テレビ番組で次のような趣旨の発言をしました。今テレビを見ている視聴者と同じだが、
仕事を持っている人は誰でもその仕事をするために出勤しなければならない。州民の代表である議員も同じ責任を負っている。下院の議長は審議拒否している民主党議員らに対して呼び出し状を発行することができる。それは従わなければ逮捕できるというものだ。それと同時に私は来年の選挙までこの法案が審議可決するまで何度も特別議会の開催を呼びかけ続けることができるとね。もちろんこうした考え方については民主党側からは反論が出ています。例えばね、テキサス州の民主党議員のジャスミン・クロケット氏は7月13日の朝 CNN のインタビューを受けた際、こう反論しました。私は刑事裁判に精通している弁護士であり、私が何の罪も犯していないことを知っている。誰も私を逮捕することはできない。そもそもテキサス州知事にはテキサス州以外のところにいる我々の逮捕を指示する権限はないとね。さて果たしてね、この両者の言い分のどちらが正しいんでしょうかね。僕は法律家でもないし、まして米国の法律のことについては全く分かりませんのでね、何とも言えないんですけども、州知事の口からね、逮捕という言葉が出たことはね、これかなり重いことだと言わざるを得ませんね。最終的にはどうなるのか分かりません。裁判になるのかな、よく分からないんですけど、それにしてもね、どうしてテキサス州の民主党議員はこうまでしてね、選挙制度改革法案に反対するんでしょうか。ここで公平を期すためにね、民主党議員の言い分もご紹介しておきましょう。共和党の選挙制度改革法案は厳格すぎるという感じなんでしょうかね。今後もね、コロナだけではなくいろんな疫病が流行る可能性もあるしね、いろいろ選挙にね、選挙弱者というのかな、選挙に行きにくい、肉体的にもね、ロコモーティブ症候群というんでしょうかね、そういう高齢者などもいますからね、もっと投票をしやすくするためにね、ドライブスルー方式や郵便投票などはね、これまで以上にむしろ拡大すべきだと言ってるわけですね。有権者 ID の確認の厳格化は、黒人やマイノリティの多くは有権者 ID となるね、自動車の運転免許証すら持っていないことが多いのでね、結局有権者 ID の厳格化は、人種差別につながるという批判もしてるんですね。どう思いますか。僕はどちらかというとね、やっぱり共和党に近い考え方を持っているので、民主主義の根幹である選挙はより厳格に行われるべきだと思っています。運転免許を持たない人には他の有権者 ID を行政が責任を持って発行すれば済むことじゃないでしょうかね。日本だってやってるじゃないですか、そうやってそれに、投票現場における監視体制ももっと強化してね、少なくともドミちゃんが大活躍するような状況は絶対に解消しなければならないでしょう。僕にはね、要は民主党は民主党支持者が多い黒人やヒスパニックなどの少数マイノリティですね、いわゆる、そういう票を、これね、不法移民も含めてということかもしれないんですけど、そういった票をね、獲得したいだけなんじゃないか。さらにあえて踏み込んで言えばですね、もっと選挙不正がしやすくなるように持っていきたいだけなんじゃないかとさえ思ってしまうんですよね。これは僕の誤解であることを望みますけれども、いずれにしても少なくともね、前回の選挙のような亡くなった人、幽霊やね、ペットの名前でも投票ができたというけったいな投票のあり方は絶対に改めなければならないのではないでしょうか。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。